今回のテーマは人材マネジメントです。今日は初めましてのメンバーもいますので自己紹介をしてもらいたいと思います。のりちゃん。はい、こんにちは、のりです。今年2020年3月に青山学院の MBA を卒業、スイスに本社を置く外資系の国際輸送会社の人事部長をしています。よろしくお願いします。ちょっと MBA になぜ参加したかみたいなこと人事をずっとやってきて、なんか会社の戦略とかに沿った人事をやりたいなと思った時に、その専門のとこだけやっててもダメかなと思って幅広くビジネスを学べるために参加することにしました。なんか卒業してからちょっと昇格されたという噂なんかボスが退職してそのまま後釜になったみたいな感じですね。かっこいい。管理職ってことですね。管理職になっちゃいました。外資系のオーラが出てますね。やっぱり給料とかも上がったりとかして、若干上がりました。やった。さあ今日は人材マネジメントということですけども、平均経営の4大原則って知ってますか？もちろん。まずは人でしょ、そして物でしょ、あとお金、そしてもう一つあるよね、キックバック。ちょっとどこで笑っていいかはい、主要な経営資源は人、物、金、それから情報と言われています。キックバックじゃなかったですね。はい、今回はその筆頭資源の人に焦点を当てたいと思います。人事のプロである今日はね、のりちゃんが来てくれましたので、企業が求める人材だったり入社後のマネジメント手法とか、普段聞きたいけど聞けないようなことを根掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。のりちゃんのような外資系の企業は新入社員や中途の採用基準ってどのような点を重要視してるの？やっぱり外資系だと即戦力が求められるので、経験だったりスキルとか、語学力とかっていうことももちろん重要なんですけど、やっぱりその会社のカルチャーに合うかどうかっていうのをすごく重要視して見てますね。自分からいろんなことを発信できるかどうかとか、将来会社を任せられるようなリーダーになれるっていうポテンシャルがあるかどうかとかっていうようなことを見てます。具体的にそのポテンシャルってどういうところで見て判断するんですか？なんか学生さんとか若い方ってそんなに経験ないじゃないですか。でもその中からすごい根掘り葉掘り聞いて何をしたいとかそういうのも大事なんだけど、結局その人の過去が全てを表すっていうのは採用の手法で言われていて、コンフリクト、そうですね、日本語では対立っていうのが一番近い意味合いになるかと思うんですけど、コンフリクトに遭遇した時にどう対処しましたかみたいなこととかもすごい具体的なエピソード、いつ誰とどこでみたいなところまで具体的に聞いていくと、なんとなくその人がどうやってそれに打ち勝ってきたかとか解決に向かってきたかみたいなことがなんとなく分かってくるので、それがあると将来そういうことが起こっても大丈夫かなとか。中途採用ってなるとやっぱりお金の交渉ってやっぱりありますよね。ありますね。実際できるもんなんですか？できると思う。ただそのポジションに対するある程度の額っていうのが、枠が決まってるから、そこをどこまで出れてもいいかっていうのは会社によるかもしれない。例えば、ジョブディスクリプションがあって、成果が出たらこれだけくださいみたいな交渉、例えば日本企業だったらもしかしたら難しいところあるかもしれないんですけど、外資系だとそういうのは通用しやすいとか。ただ入社前だとできるかどうか分かんないから、もしかすると入社後にこれだけできましたっていう実績を見せて、例えば賞与とか昇給とか、そういうところで値ごるってことはありかもしれないですよね。ここでロンドンビジネススクールのナイジェル・ニコルソンによるワークキャリアのトランジションサイクルモデルというのをご紹介したいと思います。第4段階までステップがあるんですけれども、まず第1段階ですね。こちら準備で、新しい役割に入るための準備段階のことを、まず第1ステップとしてあります。そして第2段階は遭遇、新しい役割で現実に遭遇している段階。そして、第3段階、こちらは順応です。新しい役割だったり人間関係に適応していく段階のことを言います。そして
最後は安定ですね。役割だったり人間関係に慣れて安定している段階、こちら管理職試験のための勉強を始める頃というふうにも言われています。このようなこの4つの段階、トランジションサイクルモデルですよというふうに言われております。要は例えば役職が上がったり部署移動とかしたりするたびに一生のうちにこれを何回も、行ったり来たりすると、何周もするということでよろしいんですかね。そうですね。螺旋を上がっていくみたいな感じ。昔は組織で生き残るためにはキャリアを上の方にいわゆる昇進とかですよね、上昇し続けるってことが大事だというふうなところがあったんですけど、今のトレンドは横に伸びるとか斜めに行くとか、いろんな方向にストレッチするっていうのがトレンドだと言われています。役職が上がるわけじゃないんだけど、違うポジションとか違う仕事、違う業務に広げるってことかな。幅を広げていくみたいな感じで。ちなみにのりちゃんの会社では育成段階で必ず行っていることとかあるの？そうですね、パーソナルテストとかやりますね。あとはそのサーベイ、360度サーベイって言って、周りの人から自分がどういうふうに見られてるかとか、例えばその人が何に価値バリューを置いていて、それがさっき言ったみたいに衝突、コンフリクトが起こった時にそれがどう変わるかみたいなことをやるテストだったりとか、やっぱでも人と接するのが好きですとか、人から何か言われたら答えたいと思いますとか、結果を必ず勝負には勝ちたいと思うとかで、そういうのをいっぱいいろんな質問に答えていくと、最終的にあなたのタイプはこういうのですねとか、あなたの価値はここにあるんですねみたいなのが出てくる。カールンは女社長でテレビの制作会社やってますけども、社内でそういうパーソナルテストとかってやったりするんですか？パーソナルテストっていうか、面接時に人となりを書いてもらう資料があって、それに例えばロケ現場でお弁当を50個発注してて半分届きませんでした、あなたはどうしますかとかさ、覚えてるよね。受けたばかりだもん今インターンの子がここにいらっしゃるんで最近受けたよね。いくつも何個か項目があって、それの答え方を見てる。そうだな、人事的に言うとどうしますかだと実際にするか分かんないから、やっぱり過去の実績を掘っていくっていう方が面接ではやるかな。口だけかもしれない。そうそうそう。でも新入社員だと実績がないから、そうだよね、そこを思い浮かぶかどうかを聞くしかないよね。そうだね。なのでその思いもよらなかったアクシデントがあった時のことを1個エピソードを教えてください。その時どうしましたかみたいな。じゃあ今度それ書くわでそれこそ私ずっとミスの日本代表の子たちの育成をずっとやってるので、内面と外見面を両立できるようなカリキュラムを教育者と一緒に作って、でそれを企業にも提供してるっていうようなことをやってるんです。ミスの日本代表とかも、もちろん外見だったり歩き方だったり姿勢とか話し方とかスピーチとかもあるので、そういう全般の見える要素の部分と、ただ見える部分だけが良くてもモチベーションがないとどうしても続かないので、そこを目標設定を一緒に立てて、そこに向けて日々何をしていくのかっていうのをもうかなり綿密に作り上げていく。モチベーションが上がった状態と、かつ外見が綺麗になっていくと自信が出てくるんですよ、で周りからも「うわ綺麗になったね」って言われることで相乗効果で、やる気と外見が綺麗になっていくので、すっごい人がキラキラ輝き出すんですよ。でそれが自分だけの輝きというよりは、自分が輝くことで周りの人たちにもいい影響を与えていくようなメソッドを作ってやってます。いや興味あるね道理でその人の気持ちがさ上がるように言うのうまいもん、えっちゃん。本当？さっきとかも「カオルン痩せた？とか言って、で私もすごい嬉しかったしそういえばさ、相談のメールが今日来てたような気がするんだよね。出ました。九州在住の33歳独身女性からのメッセージです。現在とある大手サービス業に転職し半年が経ちました。管理職の立場でハンティングされて入社したのですが、専任の女性上司からの小言が日々絶えません。先日は数時間居残りさせられ、反省文を書かされました。このままだと精神が病んでしまい続けていける自信がありません。かといって辞めてしまうのも不本意です。乗り越える手段を教えてください。九州在住33歳 OL 王さんよりいただきました。ありがとうございます。
でもこんな小言言われるってことは上司とのその期待値のすり合わせができてないのかもしれないよね。どういうことが求められてるのかっていうのを分かんないでやってしまってるのかもしれない。そこはもうちょっとこう具体的にどういう成果物が欲しいのかっていうのを聞くっていうことも大事かなとは思いますね。やっぱ管理職の立場であとハンティングされて入ってるってことは望まれてることもすごい多いような気がするんよね。多分ね、期待値高いと思うね、そんなこともできないのかみたいに思われちゃうと、ちょっと大変よね。でもなんか居残りとか反省文って結構これ厳しい状況な気もするよね。そういう場合はもういろいろ話し合ってダメだったらね、辞めなくても部署移動とかする方がいいのかなって私は思ったけど。そうだね、なんか、多分このままいても辛いかもしれないよね。そうですね、まずは期待値をちゃんとすり合わせることかな。この上司の方と話をして何が求められててどこが足らないのかっていうのを明確にした方がいいと思います。その上でもうやむぐらい合わないと思うんだったら部署を移動するとかちょっと他のことも考えた方がいいかもしれないですね。さあ次回はですね ESG 投資となります。またちょっと難しい話題になりますね、楽しみです。そしてこのチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ次回もお楽しみに。バイバイ。